空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は7月の日土曜日ということで、今日もですね、昨日から、涼しくなったんですけど、今朝もちょっと涼しいでございます。はい、ただこの後日中ね気温上昇するということなんで、はい、ということは初日日、穴掘り日、はい、ということで絶好調の、裏のね駐車場を穴掘っていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。何日やってんだよって話ですけどね。ゲッツ。はい、それでは、毎朝のモーニングルーティンでございます。メルカリにアップする写真を撮っていきたいと思います。まずはね、こちら、はい、小皿、お魚の小皿、お魚の絵が描いた小皿、8枚セットでございます。それと、こちらもね、お魚の絵が描いた小皿、はい、これ10枚でございます。10枚。はい、それとこちらなんですかね、なんですかね、これね、お花とかをねいけるやつですかね。はい、これね、剣山付きでございます。はい、よいしょ。それとこちら、はい、屏風っていうんですかね、屏風、はい、これ小さいやつですね。小さい屏風。はい、それとですね、よいしょ。これ水槽なんですけど、はい、なんかいろいろポンプとか温度を上げるやつとかちょっとおまけでついております。はい、ということで、こちらをアップしていきたいと、写真を撮っていきたいと思います。よいしょ。はい、それでは、さっき撮った写真をねメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それでは、涼しいうちに初っていきたいと思います。はい、それではね、基礎が出てきましたんで基礎を張っていきたいと思います。はい、ということでね、基礎がね、出てきちゃったんで、隠してたんですよね。はい、見つかっちゃいました。はい、ですのでね、またちゃちゃっと祭ろうかなと思って、おります。はい、ということでね、また、初り動画と穴掘り動画になりますので、つまらないと思いますので、AI の話をねまたしようかと思うんですけど、AI の話もねつまんないのか面白いのかよく分かりませんけど、誰もコメントもしてくれないんでね、はい、よく分かりませんが、一方的にですね面白いんだと思い込んでですね、はい、ちょっと AI の話をねさらにさせていただこうかなと
こう思っている次第でございます。はい。AI のね、今現在ですね、できること、チャット GPT 含めて、いろんな AI が出てきております。はい。そしてね、今現在可能なことっていうのを何個か、ピックアップさせていただこうかなと思います。まずはですね、画像や音声を認識して、分類、説明、顔認証や、音声アシスタントなどをすることができると。猫なら猫っていう写真をね、見せるとこれは猫ですということで、そこの猫の分類に入れてくれると。これがね、意外と簡単なようでですね、コンピューターはですね、これが猫かどうかっていうのは今まで分かんなかったんです、正直言って。耳はついてるけど鼻も小さいけど、これは猫かどうかなんてね、コンピューターは考えもしなかったわけですね。ですが今は AI はできるようになってきたと。ディープラーニングのおかげですね。はい。それと、人間のようにですね、自然な言葉で会話ができるようになってきました。はい。これ前回のお話ししましたけれども、今企業のですね、カスタマーセンター、クレーム処理、係みたいなね、そういうもの、もしくは問い合わせ、などはですね、多分皆さん知らない間に AI にどんどん変わってきております。はい。ほとんど人間と同じ言葉で、クレーム対応の、処理をされているというのに、多分お気づきにならないと思いますが、AI がやっているケースが非常に多いでございます。はい。それとですね、3番目は創造的な作品を作る、音楽やですね、文章、動画など、そして絵などですね。はい、これが生成 AI と言われる AI がですね、作ってくれるようになりました。例えばですね、誰か友達の写真とかをですね、AI の方に、送りまして、はい、そしてその人の、髪型をね、髪がないようにつるっぱげにしてくれというふうに依頼しますとですね、はい、見事にその人の、つるっぱげの絵をですね、写真をですね、作ってくれるというようなことでございます。はい。それとね、医療診断のサポート、これは画像診断とかね、病気の予測などができると。これも得意ですよね。例えばレントゲン写真撮ってこれが、腫瘍があるないとか、人間では見落としがちなものを、画像処理と一緒ですので、はい、医療診断のねサポートができると。これも正直言ってですね、人間のお医者さんよりですね、いいんじゃないかなと思いますね。結局お医者さんもですね、なんていうんですかね、よくわかんないで、検査しましょうみたいな感じでね、いろいろ検査した結果、風邪薬出しときますみたいな感じでねいい加減な人もいらっしゃると思いますんでね、もちろんほとんど方は、いい加減ではないと思いますがいい加減なお医者さんはこういう AI を使った方がよっぽどいいんじゃないかなと思われます。はい、そしてね、自動運転の、に搭載されていくということでございますね。これも、得意分野でございましてですね、例えばその交差点が事故起きやすい、交差点だとすると、人間はね、例えばそこを毎日撮ってる人だったらわかるかもしれませんが、データがなければですね、人間はね、なんていうんですかね、たまに通るというか初めて通る道路なんかは、同じような事故を人間はしてしまいますね。はい。でも AI がですね、学習している自動運転であれば、よく事故がある場所なので慎重に、
いつもより徐行して走ると。多分ですね、自動運転になってくるとですね、よっぽど人間よりですね、安全なんじゃないかなと、そう思いますね。はい。ただですね、いわゆる環境の変化とかですね、例えば思いっきり寒かったり、思いっきり雨が降ってたり、そういう変化が、ロボット AI がどのように、なんていうんですかね、きちんと動いてくれるかどうか、その辺はあると思いますけれども、判断という面ではですね、多分慎重になると思いますので、その代わしバンバン飛ばさないと思いますけどね、ゆっくり走るということで、AI の自動運転の世界になった時は多分今より全然安全だと思われます。はい。それとね、壊れそうな部品や異常を事前に予測できるようになると。機械とかですね、ものがですね、やっぱり AI の学習能力により、大体この、部品が壊れるという予測がつきですね、そこを重点的に調査すると、検査するということができるようになっております。はい。そして、通訳や翻訳のコード化ですね。はい。これはですね、チャット GPT を使ったことがある方いらっしゃると思いますが、非常に翻訳能力が高くなっております。しかもリアルタイムで、ほとんど人間と人間の会話との、なんですかね、ぐらいのレスポンスで、例えば日本語を英語に変えてということを言うと非常に速いスピードで英語で喋ってくれます。はい。ですのでね、知らない国で、今まではね、なんかこう日本語で言ってちょっと待ってから、はい、これで現地のね、言葉に喋ってくれると、そういうようなね、非常に、タイムラグというかね、非常に遅い、ディレイがありながら喋ってましたけども、今はですね、もう本当に早いです。はい。もう即座に今から言うことを日本語から英語に変えて伝えてと。で、相手が英語で答えてきたら、それを日本語に翻訳してというふうに指示するだけでですね、はい、もうほとんど日常会話、通常の会話と同じぐらいの、レスポンスで、翻訳してくれます。はい。ということでね、今日はですね、今現在ですね、できている AI の技術というものを、お話しさせていただきました。はい。ということでね、つまんない、穴掘り動画でございましたけれども、本人はね結構大変に頑張っておりますけれども、以上とさせていただきます。はい、ということで本日の作業内容がこちらとなります。はい、やっとね、斜面がね、なだらかな斜面ができたかなと思います。引いてね撮るとね、こんな感じです。これならね車入れるかなと、思いますが、これで終わりではございません。はい。採石を引いてですね、土砂が流出しないように、したいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。やっとね、駐車場のね、スロープの形ができたかなと思いますが、これで終わりではございません。はい。もうちょっとさらに掘ってですね、採石を埋める分、ちょっと深くもう少し掘って、そして採石を引いて
転圧ができればいいんですけどね、転圧ができないので、ちょっといろいろ考えながら、他の方法を考えながらね、ユンボがあれば楽なんですけどね。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ニンゲッツ。